こんにちは、ノートアーキテクトの鎌松です。本日はよろしくお願いいたします。日本に住んでる私たちは古くから縁側やとかのれんとかそういった境界を作ることで他者との関係を作っています。重要なのはそれらがどういうふうに関わっているかということで、お互いに縛り付けるのではなくていい影響を与え合ってみんなが自由に過ごせる、そんな場だというふうに思っております。で日常のですね、その肩書きとかルールとかってそういったものから解放されて、人間が本来の姿で生き生きと活動できる場、そういったものが社会全体に広がっていけば豊かな社会になるんじゃないかなっていうのが私たちが思い描いているところでございます。本日は私が今まで作ってきたプロジェクトを通して、建築家がどんな職業で普段何を考え何を目指しているかということについてお伝えいたします。建築家の仕事というのは一人一人が誰かといい関係を築く、そういった場を作ることだというふうに思っております。誰かっていうのは人間だけではなくて、自分の周りにある環境とか社会歴史とかそういったことも大事だというふうに思っております。重要なのはそれらがどういうふうに関わっているかということで、お互いに縛り付けるのではなくていい影響を与え合ってみんなが自由に過ごせる、そんな場だというふうに思っております。日本に住んでる私たちは古くから縁側やとかのれんとかそういった境界を作ることで他者との関係を作ってきています。関係性のデザインは境界線のデザインで、周りの関係といい関係を築く境界を作ってるっていうふうなことを考えて設計をしております。一つ目の事例が草津にある別荘の計画なんですけども、この別荘がいわゆる観光地から離れた別荘地の中にあって、その別荘地の道がずっと続いてるんですけども、その一番最終地点にある場所で、目の前には人工というか森が雑木林が続いてるっていうような環境で、目の前に大きな緑が広がってるっていうようなそういった場所でした。で、最初からですね、森と別荘での暮らしっていうのがどう関係を築くかっていうことを考えて設計をしていまして、全面道路があるんですけども、結構人通りが多い道路で、そこの歩いてる人との視線を切りつつ、純粋に森と向かい合う関係をどう築けるかっていうことが最初からあったテーマでした。で、具体的にはですね、森を眺めるために横長の窓を作っております。で、腰高ですね。だから窓を床まで下ろさないで腰壁を作ることで、下の方歩く全面道路を歩く歩行者との視線を切りつつ、ちょっと視線を上げて森だけが見えるっていうような、そういった窓の開け方をしております。キッチンから森の方を見ると、本当目の前に森だけが見えるっていうような、そんな窓の開け方をしています。窓際にアクティビティというか人の生活を貼り付けるっていう意味で、ベンチを作ったりとか、ちっちゃい、なんですか、窓台なんですかね、窓の下枠もちょっと奥を深めにして窓台を作って、そこで本を読んだりとか、何かコーヒーカップを置いて森を眺めながらコーヒーを飲むっていうような、そういったことができるような作りにもしております。この写真が玄関から入ってすぐ一つ目の扉を入ると、横長の窓がバーンと開いていて、目の前に森が見えるっていうような、そういったシーンを作ったりもしています。ロフトですね。屋根が深い、屋根が大きい、すごく大きい屋根を持っている別荘でしたので、ロフト空間も作れると、そこでそのロフトには読書テーブルも作って、その目の前にも大きな窓を開けて、本を読む時も、森を眺めながら本を読むっていうような、そういった体験を作っています。そういったこの窓の開け方、それと窓周りのアクティビティというか生活シーンをどう作るかっていうことで、人と森との関係っていうのを作っていってるっていうような、そういったプロジェクトになります。
次はですね、都内にある、これはオフィスですね。オフィスの計画です。お客さんからの、お施主さんからの要望としては、街に開かれたオフィスっていうようなことがありました。地元にね、密着している企業なので、地元の人をこう迎え入れて、あまりオフィスみたいな感じじゃなくて、誰でも気軽に入ってこれるような、そんなオフィスにしたいっていうのは話があったので、街との、周りとの関係をどう築くかっていうことが大きなテーマとしてありました。もともとは賃貸住宅ですね。賃貸住宅をリノベーションしてオフィスに用途変更したわけなんですけども、最初に現場の調査をしてみると、半間って言って90センチの間隔で柱が並んでるような場所がいくつかあるっていうことが分かってきて、でそれがこの建物の特徴だなと思って、でその半間のスペースを街とつながる接点としてどう作るかっていうことを考えて設計をしました。でその半間のスペースが街とどういうふうに関わるかによって、それがトップライトになったりとか、屋外スペースになると縁側のような場所になったりとか、建物の一番2階の真ん中部分に、中央部分に柱が並んでるスペースがあるんですけど、そこを前後窓を開けて貫通させて、で1階から2階に上る階段もその柱の半間のスペースに合わせて柱を取っているんですけども、そうすると階段を上った先に空が見えるんですね。空に向かって階段を上るっていうような体験を作ったりですとか、2階に上がると正面を見ると奥が街が見えますし、階段の下を見てもそのまま視線が街の方に抜けていくっていうような、働いて移動建物の中を移動するだけでところどころで視線が外に抜けていくっていうような、内に閉じこもっただけではなくて外にもつながるような、そういった場所を作っているっていうオフィスですね。で近くにすごくレトロっていうか、昔からあるような商店街、アーケードの商店街があって、古いんですけど、全然シャッター街とかじゃなくて活気があるってほどではないですけど、地元の人の生活が根付いているっていうような、そういった商店街で、そこからちょっと外れた場所にあるんですけど、目の前、すぐ近くにあるような、そういった立地で、そういった意味でも地元の人たちの生活とどう結びつけるかっていうことはすごく大事なテーマとしてあったんですね。このですね、外観の写真にあるこの真ん中にいるおじさんも地元に住んでる方で、写真撮影の時に撮影してるんですけど、よいしょって真ん中に座っちゃってでいつも散歩してるこのルートの途中にあるみたいなんですね、ここの建物が。でこれはいい休憩場所になるんだっつっていつもここに座って、で撮影中だったんですけど、しばらくおじさんと話をして、僕が思い描いた風景でもあったので、街の人が座って休憩したりとか、そこで中の働く人も休憩していると、ここでつながりが生まれたりとか、つながりが生まれなくても何人か座れる長いベンチなので、お互い横に座って何も喋らずにそこにただ座ってるだけみたいなのも、この街のらしさがここに現れてるかなというふうには思っております。でこういった縁側だったりとか、ところどころ半間のスペースを外に抜けるように窓を開けていったので、一番奥のスペース、トップライトがあるスペースもですね、ミニキッチンを作ったんですね。でミニキッチンの周りも大きく縦長の窓を開けて、外から見ても中の休憩するスペースが見えたりとか、ここで洗い物をしたりとか、ちょっとコーヒーを入れたりって言ってる時にも、ふとした時に歩いてる人が目の前を歩いていったりとか、街を歩いてる人が通り過ぎるのが見えたりとか、交流ってほどではないですけどね、ちょっとした意識のつながりみたいなのが、こういった半間のスペースを外に開いていくっていうことで、何かつながりができればなっていう感じですね。だからその街に開くっていうと、なんですか、もう本当ダイレクトにサッシも全部オープンにしてとか、今回もガラス張りにはしてはいるんですけども、全部開くわけではなくて、視線は抜けるけど中に入るっていうのはしてはいなくて、全部サッシを開けたりとか、カフェみたいなのを1階に用意して、そういった用途的につながりを作ったりとかっていう、そのダイレクトにもうみんなつながりましょうみたいに言って作るやり方があると思うんですけど、なんですかね、間接的につながるみたいなことを
考えていたっていう感じですね。なんかあんまこう強制的につながりましょうっていうよりかは、誰かが隣にいてくれるだけみたいな、そういった弱いつながりを作ったっていう感じですね。難しかったこと、すごく古い建物なので築50年ですね。だから昔の大工さんが図面とか引っ張らずに多分作ったんだと思うんですよ。梁とか柱とかがかなり結構強引に組んであったりとかしているところもあって、そこちょっと明らかにこのままだと弱いだろうっていうところもあったりしたんで、そこはまあ慎重に計算をしながら補強はしていったっていうところですね。傾いてたんですよね、この建物が。角地にある一番角っこの柱がもうシロアリでやられちゃって途中でなくなっちゃってるぐらい腐食していたんで、そこの部分がこうギューって傾いてたんですね。それをこう持ち上げて水平に保ってっていう作業が結構大変そうでした。工務店さんのお客さんの反応は結構あるみたいで、やっぱショールーム的な感じであなたのオフィスのこういう感じにしたいですみたいな話がこう飛び込みできたりとか、やっぱ相談はいくつか飛び込みで来てるっていう話は聞きますね。施工会社のオフィスっていうか、見た目古民家リノベっていう感じがするんじゃないですかね。俗な言い方するとかっこいいんでそういうのを求めてくるお客さんが来るようになったんじゃないですかね。じゃあ実際に物件紹介ということでお部屋に来ています。でここはその一番上の屋上に来てるんですけども、ちょっと周りを見てもらうと、建物がこうあまり高い建物がなくて、周りの中でも高い方の建物ですごくこう開かれている環境だなっていうのが特徴としてあります。ここ最初プロジェクトの最初にここ案内してもらって、すごい場所だなっていうふうには思ったんですけども、ここの都心ではすごく珍しいこの空が一番近い、空がすごく近いなっていうふうな感じがしたんで、都心ではこの体験っていうのはすごくこう貴重じゃないかと。でここではその空とこの生活との関係をどう作るかっていうことをメインに考えてました。でこっち見てもらうと周りにもあそこにあるのがお寺ですね。この地域の中心的なお寺があったりとか、あっちの方にちょっとグリーンが見えると思うんですけども、あれがこの地域でも一番大きな公園がこの道を抜けてその公園の緑が見えたりとかするのでとても開かれた環境っていうのがとてもいいなというふうには思いました。じゃあちょっと下の方行きましょうか。スカイツリーも見えますね。眺望的にはとてもいいと思います。行きましょうか。でこっち側がお部屋と直接つながったテラスですね。で50平米の割とコンパクトな住宅なんですけども、先ほど言った屋上とかテラスも2つ住宅と同じ階に2つテラスがあったりとか、なんですかね、この部屋よりも屋上の方が広いっていうようなそういった物件ですね。なのでここも直接テラスとつながるような大きな窓になんですかこう折れ戸つって引き戸じゃなくて両側にこう片側にこう寄せられるサッシに変えたりとか結構大胆なことをしたりしていますね。ここでバーベキューしたいということなので屋外のシンクを用意してますね。でこっち側が南側なので割と夏場は結構日差しが過酷だなっていうふうに感じて、でここはタープ布を張れるようにこういった柱とフックを用意しています。夏場でも快適に過ごせるように、冬場は日当たりが良くてとても暖房なくてもあったかく過ごせるそういった環境ですね。中の方行きましょうか。
はい、でここリビングルームとキッチンに来ていまして、ここ中でインテリアで考えたことは、通常こういうテラスにつながったような物件だとキッチンもテラスの方に向かったりとか、いかに外と一体になって過ごすかみたいなのを考えると思うんですけど、今回はあえて視線とか生活の向きをですね、テラスとはずらして配置するようにしています。なのでキッチンに立っても、キッチンもテラスに向かわせずに、テラスに対して横を向くような配置にしてたりとか、これ大きなカウンターテーブルで食事をとったりするんですけども、こうやって食事をとる時も横目に外がいてくれるような、そういった配置にしています。でこっち側壁掛けテレビがあると思うんですが、これを、テレビを見たりとか、リビングでリラックスする時も、ここにソファーが多分置かれる予定なので、外とか空に対して背を向けてテレビを見るような、そういった配置にして、何ていうんですかね、あえて視線をそらすことで、意識をそらすことで、常に頭の中に外とか空が残るような、そういった仕掛けにしていますね。でここがちょっと玄関の方に行ってみましょうか。で玄関から振り返ってもらうと、向こうの方を見てもらうと、最初家から入ってすぐまっすぐテラスの方に視線が抜けるっていうような、そういった配置に、これはちょっとどうしてもそういう風になってしまうっていうのもあるんですけども、ここで最初に外を印象付けてバシッと視線が抜けるような廊下にして、でそこから先は、ここで何ですか、外に抜けているんだっていうのが強烈に頭の中残るわけですね。でそこから先は視線をずらして横目にしたとしても、最初に部屋の中入ってきた意識がずっと残りながら生活が繰り広げられる、それで十分じゃないかなというふうな感じですね。何ですか、ダイレクトにつながり合うっていうよりかは、適切な距離を保った調整したっていうような、そんな感じですね。あんまりダイレクトにつながりすぎるっていうよりかは、いつでも隣にいてくれるような、そういった意識になるように生活の向きをあえてずらして配置しています。で逆にですね、ここ今立ってるこの廊下もですね、床をグレーのタイルにしたりとか、壁天井も白い壁天井にして、モノトーンにしているんですけども、色をなくすことで、光が反射しやすくして、なんていうんですかね、生活空間じゃないところにも光が充満するような、そういった色使いにしていますね。でそれ同じことがこのキッチンの方でもあるんですけど、キッチンもステンレス調のキッチンにしたりとか、床もグレーのモノトーンなものにして、同じように光が反射光が反射して明るい光に満たされるような、そういったキッチンになるように素材の色味とかは選んでいます。で当初はっていうか、今もそうなんですけど、3年かとか5年とかオーナーの方が住まわれて、その後はシェアキッチンとして貸し出すっていうような、そういった計画があったので、最初から業務用のキッチン調理器具とかを入れています。でですね、ここシンクもですね、2層シンクにしていて、であそこのパントリーにも手洗いがあるんですけど、一応保健所的にも営業許可が取れるような作りに最初からしています。で、シンクが2層必要だったりとか、手洗いが必要だったりとかするんで、それは最初から保健所対応ということでこういったものを入れています。家族で経営されている方なので、クライアントの方が。で経理とかも自分たちでやるんで、ここはその、ワークスペースですね。ちっちゃい場所でいいっていうことではあったんですけど、ここもテーブルに座ってテラスを介して外が見えるように
窓を開けています。でフローリングは多くで、この棚ですね、棚の収納造作系の棚板を、針葉樹合板って結構木目もはっきり出て、こういった節とかもいっぱい出てくるようなものを使っています。で他にもラワンとかシナ合板っていう樹種もあるんですけども、ここだと割とこうアクティブなイメージもあったんで、木目もはっきりして節もいっぱい出てきて、こうゴツゴツした表情がある合板樹種を選んでいます。でそれが、ここの棚とかキッチンの棚だったり、あと玄関の靴棚ですね。靴結構いっぱい持ってる方なんで、この靴棚も、針葉樹合板にしています。寝室がどうしても窓のない部屋になってしまうんで、上の方だけ開けてるんですね。で中入って見ると、こう天井に反射して光が中に入ってくるように上だけ開けています。でその向こう側にあるサッシが東向きなので、朝明るくなると、天井の方もぼやーっと明るくなって、朝が来たっていうことがこう体感としても分かるように、明るい部屋には明るい部屋とまではいかないですけど、時間の流れっていうのは感覚として、認識として分かるように、こう光が天井から入ってくるようにしているっていうような感じですね。だからその外とか空との距離感を測るっていうので、生活の向きは逆にずらすような配置にはしてるんですけど、空からこう降ってくる光に関しては中をこう満たすような作りにしてるんですね。だからさっき言ったその素材の色とか寝室に入ってくる光とか、こう部屋の中で光がこう充満するような作りにしていて、そこが距離感を測るっていうところですね。その2点で調整してるっていうような感じです。最終的にはですね、日常のですね、その肩書きとかルールとかってそういったものから解放されて、人間が本来の姿で生き生きと活動できる場、そういったものが社会全体に広がっていけば豊かな社会になるんじゃないかなっていうのが私たちが思い描いているところでございます。今生きている社会っていうのが、普段生きてるとその誰かに与えられたものとか、どっかから買ってきたものっていうようなそういった感覚になるとは思うんですけども、実は自分の暮らしっていうのは自分で作ることができるっていうふうに思っていて、自分でこう自由にカスタマイズできたりとか、そういった余地がたくさんあると思うんですね。時にはそういった専門家のスキルとか知識とかが必要になるかもしれないですけども、そういった時は誰かと協力したりとかして自由に自分の暮らしや日常が作れるようになると、とても生きるということが人生が楽しくなるんじゃないかなというのを思っています。その生き方人生とも変わってしまうっていうぐらい自分の生活を自分で作るっていう感覚を持つってことはとても可能性のあることかなというふうには思っております。